迷宮にはライオス以外の数々のパーティーが参戦しています。その中でも元仲間のシュローが率いるパーティーは全員が東方出身の女性という一風変わったチームです。あまりストーリーと関係なさそうに見えますが、実は作者の久井涼子さんはこのキャラクターたちにも深い意味や関係性、ドラマを与えているのです。例えば彼らに共通する名前の由来や顔の特徴、舞鶴たちの過去や表紙で匂わせていることなど、知ると驚くポイントがいくつかあるので徹底的に解説していきます。そしてぜひともコメントを残していただけたら幸いです。メンバー構成。シュローを中心に魔術師の舞鶴、飛燕、紅千鳥、犬田でアセビの合計6名のパーティーです。女性たちは全てシュローの家である中本家に仕える女中たち。中本家は代々領主に仕え、工作や諜報活動を行ってきた一族です。もちろんモデルとなっているジョブは忍者。この世界ではくのいちという言葉はなく、女性も忍者として扱われています。そんな名家で生まれ育ったシュローは幼い頃から彼女たち5人によくしてもらっていました。彼女たちに共通することは顔についた星のマークです。実は中本家の忍者たちは顔に入れ墨で星が描かれており、その数で地位を表しています。舞鶴、飛燕、紅千鳥は2つ、犬田では1つ、井筒は0です。まだ井筒は忍者として認められていないのかもしれません。それでは彼らそれぞれのキャラクターを解説していきます。シュロー、26歳、本名中本敏郎。ライオスが言いやすいようにシュローと呼んでいたら定着してしまったようです。剣の技術が立ち、魔物にとどめを刺す役目を果たしていました。ライオス曰く、この島の大概の剣士より強いと評しています。3人兄弟の長男でありながら、幼い頃から優秀な父と比べられることが多く、どこか自己肯定感が低く女中たちをやきもきさせてきました。そんなシュローはライオスの妹ファリンを好きになり、好きだという前にプロポーズまでして周囲を驚かせました。舞鶴、41歳。名前の通り鶴を思わせる衣装を着ています。長く中本家に仕えていて、諜報活動より教育係として働いています。シュローの父親とは若い頃からの腐れ縁で愛人のような関係です。そのおかげでシュローの母親からは目の敵にされていますが、当のシュローの父はそんな思いはどこ吹く風。酔っ払いながら舞鶴の寝床へ入っていくこともあります。舞鶴は式神使いであり、神に封じたさまざまな式神を出現させます。雲のような式神や井筒にかけた山姥の式神などです。そんな舞鶴とシュローの関係はお坊ちゃんと教育係。ある時父と舞鶴が男女の関係にあることを知ってしまい、シュローはそれ以来壁を作っています。漫画内でシュローが舞鶴を鬱陶しくしているのはそのためです。シュローの父は中本利継だと推測されます。中本家の未来の家系図を舞鶴が考えた時、敏郎の前が中本利継となっていたためです。そして舞鶴という通り名は舞鶴草から来ています。花言葉は清純な少女の面影。もしかすると好意を持っているシュローの父がつけた名前なのかもしれません。飛燕、26歳。中本家に仕える忍者の一人で、舞鶴以下4人の中ではリーダー的な存在です。軽業が得意で、シーサーペンとの戦いでは飛燕が火薬でひるませ、犬蓼が金棒で殴り、シュローがとどめを刺す見事な連携を見ることができました。シュローとは物心つく頃からの知り合いで、どこかシュローに対して上司のお坊ちゃんというより同級生の幼なじみという感覚で接しています。将来はシュローと恋仲になるものだと思っていたようです。自分の容姿や人間性に自信があり、自分で自分のことをきっぱりといい女だと断言する気持ちの良い女性です。飛燕の通り名の由来は飛燕草、小さな美しい花を多数つける草です。花言葉は軽やかさ、生命、寛大など飛燕の性格にぴったりの言葉です。紅千鳥、23歳。飛燕と近い地位の女性ですが、古い農村の生まれで中本家に買い取られたからか卑屈なところがあります。人の顔色ばかり伺い、分厚い化粧をしないと飯も食べられないほどのコンプレックスを抱えていました。
しかしそんなベニチドリをヒエンはストレートに褒めたことで心が救われたこともありました。名前の由来はベニチドリから来ています。この花の花言葉は上品、忠実、美しさ、美しいベニチドリらしい名前です。犬田で17歳、パーティーで唯一トールマン以外の人種のオーガの女性です。金棒を武器として強烈な一撃を得意とします。物心つく前に親元を離れ、掛け相撲の力士として育てられ、偶然土俵を見に来ていた四郎の父に気に入られて買い取られました。歯が欠けているのは掛け相撲の初戦で前歯を折ったからです。心が優しく腕っぷしは強いですが、巨体のために忍者としての諜報活動が不得意で、舞鶴が使いどころに悩んでいます。犬田での通り名の由来は、犬田で雑草に分類されるほど強い繁殖力があり、役に立たないと言われる草です。田で食う虫も好き好きということわざにもなっています。しかしその花言葉は、あなたのために役に立ちたい、犬田での思いを表した通り名となっています。井堤17歳、7歳の頃から見せ物小屋で猫女として展示されていたところを四郎の父が気に入り、家に迎えました。その後、汗びという通り名を与えられ、中本家で暮らすようになります。魔術により猫と人の魂を混ぜ、人工的に作られた獣人です。呪いを解く方法を探し、ライオス一行に接近しました。かなりの偏食で、もともとキノコが嫌いでしたが、迷宮内でライオスたちと行動を共にすることで、戦士の尽力により次第に美味しくキノコを食べられるようになりました。アセビの通り名の由来は、アセビ、丈夫で成長力が強い反面、有毒成分が含まれていて、馬が食べると酔ったようになることからアセビと漢字が当てられています。花言葉は危険、そしてもう一つ清純な心という意味もあります。2つの魂が混在している井堤にぴったりの通り名ですね。彼女たち5人の忠誠心は強く、四郎のためなら一生懸命愛情を注ぎ、感謝されるだけで感動してしまうほどです。舞鶴以下忍者4人の部屋の内装もしっかりと決められています。古株である飛燕はベッドを、その下の紅千鳥、犬田で井堤は床に布団を敷いて寝ています。そして実は彼女たちは迷宮に入ったのは初めてではありません。ダンジョン飯6巻第36話の表紙には、遠くからライオスたちを見守っている彼女たちの存在があります。シュローは知ってか知らずか、ライオスたちとダンジョンに入った時に舞鶴たちはシュローを陰ながら見守っていたのです。それでは今回は以上です。励みになりますので、コメント、高評価、チャンネル登録をぜひともよろしくお願いします。